お、いいですね。金運がアップしますよ、これ。ずっと望んでいたことが叶うよっていうふうに。その始まりがどうやら11月来ているようですね。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレイコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるってことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。はい、それではお待たせいたしました。水亀座の皆さん、やっていきましょう。はい、開けていきましょう。11月ですね。はい、ハングドマンの逆位置が出てますね。お、このカード。カップの2ですね。ソードのページ。はい、エンプレス。それから、はい。はい。はい。ソード、エース、逆位置です。なるほど。そして、このカード。はい。ペンタクルスの5の逆位置。お、いいですね。金運がアップしますよ、これ。金運アップ。こちらが、はい。これも素敵なカード。カップの3。はい、このように出ました。それではリーディングしていきましょう。はい、では11月水亀座の皆さんリーディングしていきましょう。いいですね。今回こちら言いましたようにペンタクルスのエース、これがものすごく希望があるカードです。金運上昇と言いましたが、同時に豊かさのスタートのカードでもあるんです。なんで今月はですね、スタート感、スタートをつかむという感覚がありそうですね。お金のカードが1、2、3って出ていて、なるほど、なるほど。過去の金銭的な何か課題があるとしたら、そこに光が見えてくるかもしれないですね。人によっては一回終わらしてまた何か別の新しいことを始めるっていう方もいるかも。はい。そして、今回使っているカードはこちらです。ユニバーサルウェイトタロットデッキ。はい。もしご興味ございましたら、概要欄にリンク貼っておきますので、ご覧になってみてください。はい。それでは見ていきたいんですが、現状からいきましょう。現状がハングドマン、吊るされた男の逆位置が出てますね。これっていうのは、ちょっと我慢してる状態だとか、焦ってるけど動けないというようなところを表してくれてます。はい。そういった現状が11月出てますね。それから戻ってこちらが過去、現状、この先の未来っていうこういう形でね、進んでいるんですが、過去のところにペンタクルス8の逆位置が出てるので、これコツコツ職人のカードの逆位置なので、今までね、コツコツやってきたことがちょっとつまらなくなっちゃってる。それから集中できなくなっちゃってる。サボっちゃおうかな。やめちゃおうかなっていうところが過去のところに出てます。はい、ここからの現状で、そこに対して少し我慢してたりね、動きたいけど動けないというところでしょうか。そんなところが出ています。
しかしね、安心してください。この先の未来、決まりますよ。はっきりする。はい、これははっきりするカード、答えが出るカード、決断のカードでございます。そして自分の好きなものがわかるというカードでもあるんですね。なのでおそらく、ご自分がこれが好きだなっていうふうに思うものを選択されるんだと思います。そのように出てますよ。これはいい流れかなと思います。この先決まってくる。そしてこれがここにいましたね。ケルト十字っていう形で十字って出してたので、これがね、ここなんですが、こっち置いときます。カップの2、正位置出てます。これいいですね。これね、やっぱり心のままに従っていきましょう。自分の心に従いましょうっていうカードです。ですから、動きたいけど動けない。現状の場所で少し我慢してるとかね、そんなところも感じられます。我慢の限界とか、もう変えたいとか、そういったところが読み取れますが、心のままに自分の心が喜ぶものを選びましょう。自分の心がしっくりくるというふうに言ってくれる方を選びましょうって伝えてくれてます。そして選んでいくんだと思います。この流れすごくわかりやすく出ています。なので、アドバイスとしてお伝えすると、動けないとか、我慢してるとか、それから、今までやってきたことに耐えてる感じがあるんですが、そこに対してのアドバイスをするとしたら、ご自分の心に従ってください。自分の心が好きと思える方を選んでくださいとお伝えします。そして、この迎える未来がこんな形でですね、自分にとって一番いいものが選べてる、そのような未来、教えてくれています。このカードが教えてくれています。はい、そして現状に行きますと、ソードのページですね。ソードのページ。逆位置ですね。これっていうのは考えすぎのカードでもあるんですね。逆位置なので。考えすぎとか、それから情報を間違って取っちゃってるということも教えてくれてます。何でしょうかね。ちょっと見ている現実がずれちゃってるというところも教えてくれてます。このソードっていうカードが割と出てるので、本当に情報を間違えて捉えている、あるいは考えすぎちゃってちょっと違う方向に行ってるというところ、今回はそうなんじゃないかなとお見受けします。そして一方これ潜在意識です。こちらが顕在意識で、こちらが潜在意識。あなた様の中に潜っている意識ですね。自分で気がつかないところの自分の本心と言ったらいいでしょうか。エンプレスの逆位置が来てます。はい、このペンタクルス8の逆位置、エンプレスの逆位置。やっぱり何かに対してつまんなくなっちゃってるってすごく言ってくれてますよ。水亀座の皆さんの心の中に何かに対してつまんなくなっちゃってる、飽きちゃってるというところがあるのかもしれないです。今回そのようにね、受け取ります。それから、なんとなく本気出せないという言い方がいいかな。なんか本気出せない感じがありますよ。本気出せない。それはつまんなくなっちゃってるとか、もうやっていらっしゃることとかが違ってきちゃってるとかですね。自分の中で何かずれてることがありそう。で、今回それを調整していく感じもありますね。ここから調整に入るのかもしれない。でもこの先のね、未来、こんな風にちゃんと決まってるって出てますので、何かの選択をしていくんでしょうね。これ選択を表す感じもありますね。今月は決めていく時なのかもしれないですね。はい、そしてこちらに行きますと、これが11月の水亀座の皆さんの立場とか、皆さん自身とかですね。はい、ソード7、正位置。うまくやれてる。変化に対応できてる感じがありますね。今月というのは天体の大きなイベントがあるんですね。それ水亀座の皆さんに一番関係しているようなイベントです。何かっていうと、冥王星という星が水亀座に入ってくるんですね。そして長い間、これから何年か、水亀座に滞在するんですよ。なんで、水亀座冥王星時代って言われたりします。風の時代が本格的に始まるっていうふうにもね、言われたりするんですね。なので、この始まりのカードが来てるのかなと思ったりします。で、古いものに対して飽きが来ちゃってるのかなと思います。でね、いろんな形でこう当てはめて読めちゃうんですが、
お仕事がつまんなくなっちゃって違う何かにしようかなと思っている方もいるでしょうし、それから人生そのものを大きく変えたいというふうに思っている方もいるかも。そのようにカードが伝えてくれてますね。ただ、冥王星っていうのはもう本当にゆっくりなんですね。じわじわ効いてくる感じなんです。で、スタートではあるんですけれども、ここから何かいきなり始まるという感覚ではなく、体感としては本当にゆっくりゆっくりなんか始まってるかもぐらいだと思います。ただ、振り返ってみたときに、この時から始まったんだっていうことに気がつけるんじゃないかなと思います。これからもじわじわゆっくり始まっていく、新しい時代が始まっていく、そんな感覚ですね。そういった体感を受ける方が多いんじゃないかなと思います。でもね、うまくやれるって、これはいいんじゃないかなと思います。一人勝ちのカードでもありますね。うまくやれるって。なので、課題になっていることが、あるいは意識していることが、この騒動が象徴することかもしれないです。それは何かっていうと、人間関係とか、コミュニケーションとか、インターネットとか思考を表すんですが、そのあたりが今、水亀座の皆さんにとって意識を向けているところなのかなと思いました。人間関係、どうだろうな。コミュニケーションとか、あと考え方とかですね。そのあたりご自分で注目されている方が多いかなと思います。で、一方、周りです。周りの人、周りの様子、環境、人がソードのエースの逆位置ですね。はい。周りは優柔不断というか、水亀座のあなた様がすんなりできることができなかったり、決まらなかったり、はっきりしなかったりという感じが出てます。ただ、周りというのは、生活圏の半径何メートルっていうのもそうだし、それからもっともっと大きく言って、世の中っていうことかもしれない。ちょっとはっきりしない。もやもやする。優柔不断というカードが出ています。それに対して水亀座のあなた様はなんかいい感じに動けるんですけどね。そんな様子が出ております。終わって始まるその切り替わりの感じは、少しであっても受ける方が多いんじゃないかなと思います。切り替わりだと思います。そしてものすごく素晴らしいスタートですね。それを含んでます。で、ちょっと情報に惑わされそうなところもあるんですよね。だから見えてるものが全てじゃないっていうふうに考えていただいたりだとか、後からはっきり見えてくる。で、割とこの切り替わりの時というのは混乱が起きたりするんですよね。世の中的にも。だから、それを俯瞰して大きく見ていくといいと思いますよ。今ここで全てが決まるわけではないから、俯瞰した目線っていうのが結構大事になってくるかもしれないですね。で、確実にいいスタートが切れるし、もうこっちもいいしね。とにかく、良くなっているっていうのが出てるんですけど、それをご自分ではあんまりね、感じられないっていうところもあるかも。それを伝えてくれてます。はい。で、これが、今月の水亀座の皆さんの希望とか、願望とか、逆に不安とかね、そういうところを表すカードでございますが、カップの8の逆位置ですね。良くなってほしいっていうのが一つあります。これ後天のカードなんですが、良くなってほしい。それから諦めたくない。それからちょっと戻りたいっていう気持ちがあったりね、こう行ったり来たりする気持ちがちょっと出てくるかもしれないです。だけど、簡単に言うと、もっと良くなりたい。もっとずっと良くなりたい。そういった思いが出てきそうです。はい。で、この思いは叶えられていくんじゃないかなと思います。それは、こちらでございます。最終結果で出しましたカード。はい、こちらさっきからお見せしてますが、ものすごく素晴らしいいいカードが出てますね。豊かさの始まり。それから、この後ですね。この後、欲しいものが手に入る。そこの取っかかりを掴んでるカードでもございます。そして同じくペンタクルス、金貨のカードの逆位置。これ逆位置の方がいいんですよね。こちらは。
貧乏カードって言います。これが逆位置なので、なんかね、ちょっとお金ないなとか、うまくいかないなだとか、豊かじゃないなというところがあったとしたら、そこをひっくり返して新しく始まるよって伝えてくれてます。これはいいんじゃないでしょうか。なので、金運の良さというのを一つ受け取りました。そしてもう一つ、若干ね、流されがちのカードも出てるんですね。それは、おそらく、理由があるんだと思うんですけど、つまんなくなっちゃっていたりとか、もう自分のやるべきことじゃないなっていうふうに心で思っていたりするというところがちょいちょい出ておりました。で、それとちょっとつながってくるんですけど、これ自立のカードでもあるんですね。自分で何とかするっていうカードでもあるんですよ。それが出ております。金貨なんでお仕事とかですね。お仕事とか、それから経済的なこと。だから、起業するとか、例えば、副業とかもあるかもしれないですが、ご自分で仕事やっていくっていう方も多いかもしれないです。すごく独立心みたいなところが刺激されてくる、そういったスタートがあるよって伝えてくれています。はい、そしてこちらです。今月の対策とか、それから、開運につながるアクションとかですね。そのあたりで読みたいと思います。かぼちゃがありますね。実はこれ撮ってるのが10月31日でハロウィンの日なんですね。かぼちゃが出てきました。シンクロでしょうか。はい。これ本当に楽しい時間を過ごすっていうことなんですよね。これ女子会カードです。飲み会とかお茶会とかですね。楽しく利害関係のない人と楽しんでる様子のカードなんですよ。なので、ちょっとストイックなところが見えるんですね。ストイックが悪いわけじゃないんですが、楽しみを入れていく。無駄な時間と思えるような時間を取っていく。それが今月の水亀座さんの力になったりするんですね。そのようにお伝えしたいと思います。だから仲のいい友達とお茶を飲んだりとかね、お酒を飲んだりとか、楽しい時間、そこに何の意味があるのって思えちゃうような、そんなね、時間、それがあなたをですね、元気にさせる。そしてこの変化を乗り切っていくことの力になるって伝えてくれています。で、少しね、そういった無駄なこと、無駄と思えちゃうようなこと、お茶飲むとか、お酒飲むとか、友達と遊ぶとかね、そこを禁じてる感じも若干あるんですよね。なんとなく。そんなことしちゃダメみたいなところがあるんですが、だけどあえて今月は、何でもない時間、友達と過ごす何でもない時間とかね、それがあなたの力になると伝えてくれています。楽しく過ごす、楽しい時間。それが開運アクションになります。冥王星の話をしましたけど、11月の20日なんですね、正確に言うと。水亀座に入ってくるのは。その前にね、行ったり来たり、この逆行があったりして、一旦入ってきたりなんていうことはあったんですが、だけど本格的に水亀座に冥王星が入ってくるという時代になるんですね。時代変わりなんですね。長いスパンで滞在する星っていうのは動きが遅いってことになるんですね。で、それっていうのは体感も割とね、鈍くなるんですよ。月の移動だと、月の満ち欠けに対して我々は体感結構あるんですけど、ゆっくり、地球から見てですけどね、地球から見てゆっくり動く星に関しては、体感はね、本当にじわじわなんですね。なんですごい始まったっていう感じを受ける方は、少ないかもしれないですが、確実に新しい始まり来てるよっていうことをね、このカードが教えてくれてます。だから、つまんなくなっちゃったなとか、集中できないなっていうことがあったら、それは手放していく、そういう内容のことなのかなというふうにも思います。ご自分の心が一致すること、自分の心がしっくりと感じられること、そんなことを大事にされてくださいと伝えてくれてます。何かもう我慢をやめるとか、我慢やめるなんですよね。我慢より、自分の心の一致を取るっていうところですごく読めちゃうんですけど、今まで無理してきたこと、我慢してきたこと、
なんかもうつまんないなと思っていること、それを手放していく流れになるように思いますよ。はい、この先に本当に自分が大事って思えることをつかむって出ています。で、周りの様子はちょっと言いましたように優柔不断とか、なんか不安定だったりね、そういうことがありそうですが、あなた様はね、いい感じで動ける。これすごくいいですね。はい、今月ね、とてもいいんじゃないかなと思います。はい。豊かさに対して何か始まるっていうことを意識されてると、そこに意識が行きやすくなりますし、感じ取れやすくなると思うので、ぜひ何か始まるんだなっていうふうに意識を持っていただけたらいいなと思います。はい、このように出ておりました。タロットカードは以上になりますが、この後、オラクルカードを出していきます。オラクルカードでお仕事、活動面のメッセージ、それから愛情面のメッセージ、そして最後に今月のラストメッセージということで出していきます。で、今月もコメント欄にアファメーションをお待ちしています。アファメーションというのは自分で自分にポジティブな宣言をしてしまうことです。例えば、今月は最高の1ヶ月でしたとか、今月両思いになりました、仕事が決まりましたとかですね。自分で先に宣言してしまうんですね。それでその現実を引き寄せるという仕組みでございます。よかったら書いてみてください。では次行ってみましょう。はい、それでは出していきましょう。飛びましたね。飛びました。はい。はい、このように出ました。フラワーセラピーオラクルカードでお仕事と愛情と見ていきますね。これも空いてますけども。まずこれがお仕事活動面です。お仕事活動面なので、お仕事だけじゃなくて、やっていらっしゃる活動とか趣味とかですね、何か勉強とか、当てはめてみてくださったらなと思うんですが、最近、年代のね、若い方が見てくれる割合が結構増えていて、学生さんかなと思われる年代の方がね、見てくださってるので、そういった場合は勉強とか、バイトとか部活とかね、そういうことで当てはめてみてください。はい。2枚ですね。Rise Your Vibration。いいですね。Your wish is coming true。めちゃくちゃいいカード出てますよ。お仕事、活動面。はい。そして愛情面。Take time for yourself。はい。チューリップのカードです。今月のラストメッセージは一番最後に出していきたいと思います。では、カードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。はい、それではね、こちらから読んでいきましょう。すごくいいカードが出ましたね。これは、バイブレーションが上がってる、波動が上がってるよっていうカードです。もう上がってきてますね。上がってきてます。はい。先ほどの最終結果がね、すごくめちゃくちゃいいカードが出ていたんですが、これですね。ちょっと被ってきます。やっぱりこう上がってくる。こっから始まるというところです。波動が上がる。波動が上がる。そして金運につながる感じもありますね。これから活性化されるというか、ステージが上がる感じがありますよ。ご覧の水亀座さんがステージが上がっていくためのお仕事とか活動がスタートする。そのようにお伝えしたいと思います。自分が上がると出会う人も変わるし、寄ってくるもの、来るお仕事とかもね、変わってくるんですよね。その感じすごく伝えてくれてます。はい。これから水亀座の皆さんは、また一段階上がってきます。ステージが上がります。そしてふさわしいものが引き寄せられますと伝えてくれてます。これアップのカードですね。ステージアップのカードです。そしてね、こちらです。スイートピーというお花ですが、夢が叶うって。これめちゃくちゃいいですね。ステージが上がる、波動が上がる、そしてあなたの夢が叶うって言ってくれてます。すごいメッセージが来ました。
ずっと望んでいたことが叶うよっていうふうに伝えてくれてます。その始まりがどうやら11月来ているようですね。なので自分が望む方向に意識を向けていかれるといいと思いますよ。そうすると向けた方向が拡大していきますからね。追い風です。一言で言うとものすごい追い風やってきてます。ぜひこの風に乗ってほしいなと思います。ただ先ほども言いましたようにこの1ヶ月で終わりじゃないんですよね。ここから始まってどんどん広がっていくイメージです。長いスパンのことを今回伝えてくれたように、感じましたので、こちらもここからなんですよね。この1ヶ月の話だけじゃなくて、こう上がってあなたが望みを叶えるステージに入っていく、そんなことをね伝えてくれてます。はい、それでは愛情面です。はい、これご自愛くださいっていう意味なんですよね。Take time for yourself チューリップ。さっき、楽しむ時間、無駄と思えるような楽しむ時間っていうことが今月のあなたを元気にさせるし、もっともっとねこの流れを良くすることにつながると伝えましたが、ちょっと似ていますね。なので愛情面、お相手とほっこりするとかね、無駄な時間を過ごすっていうことが良さそうですよ。あなたが元気になる相手がいいですね。愛情面なので様々なパターンでご覧をくださっていると思いますが、お相手がいらっしゃる方、それからこれからっていう方、ご家族愛でねご覧くださっている方もいると思いますが、なんていうかな、緊張しないで、緊張が緩むような、逆に緩むような、そんなお相手がいいと思います。それからお相手がいらっしゃる方は、そういう時間をお相手と過ごせるといいかなと思われます。とにかく自分がほっこり緩む、それを基準にされるといいと思いますよ。緊張したくないですね。緊張したくない。これからね、お相手を探したいと思っている方も、一緒にいて自分がほっとできる相手がいいと思います。どちらかというと、自分がゆっくりできる、リラックスできる、無理しないでいけるという方があなたにとってベストな相手ですと伝えてくれてます。だから自分にも甘くするっていうか、なんていうかな、自分に優しくする時間を取ってあげるといいかなと思います。これはリラクゼーションとか書いてますからね。ゆっくりする、楽しむ。それで今月水亀座のあなた様が充実しますので、それで魅力が高まりますので、それで愛情面を呼び込むという流れになりそう。まず自分ですね。まず自分のケアをするということで魅力が高まり引き寄せるという流れになりそうです。それからだんだん始まっていくものがありそうですよ。何でしょうかね。だんだんじわじわ始まっていくものがある。愛情面なのでいろんなパターンで考えられるかと思うんですが、なんだかここからじわじわ始まっていくものがある。急がないでって伝えてくれてます。全体のメッセージもそうでしたね。先ほどタロットカードのリーディングでも、今すぐここでパッて答えが出るということじゃなくて、ここからじわじわ始まっていくっていうのが全体的に流れるエネルギーでございます。で、愛情面でもそうですね。急がない、焦らない。それが成功の秘訣です。はい、そのようにお伝えします。ではね、愛情面とお仕事面と共通になりますが、共通メッセージ見てみましょう。ボトム見てみます。はい。はい。かすみ草ですね。かすみ草。これ集中しましょうっていう。集中しましょうですね。自分のことに集中する。自分の欲しいもの、自分の望みに集中していくといいと思います。これはエネルギーの分散にご注意をっていうことですね。大きく変わっていくところでありますから、いろいろね、持ってかれる感覚もあるかも。だから自分の望むこと、自分のやりたいと思うこと、そこに集中していきましょうと。このカードがね、まとめて伝えてくれてます。お仕事も愛情も。余計なことに気持ちを持ってかれない。それが大事なようです。はい、ではね、こちら。今月のラストメッセージいきましょう。水亀座の皆さん11月ですね。パワーストーンのカードで今月のラストメッセージいただきたいと思います。
すぐ出ましたね。はい。何でしょうか。アイオーライト。シフト・ユア・マネー・マインドセット。お金の流れが変わる。お金の流れが変わる。豊かさの流れが変わる。これ黒く見えますけど、アイオーライトって濃いブルーみたいな色だったと思うんですけどね。紺のような。この金色の道が出てますね。これすごくいいんじゃないでしょうか。金運上昇って言いましたよね。豊かさの流れが始まるとか。それとものすごいシンクロしておりますが。シフト・ユア・マネー・マインドセット。お金に対するこれは考え方を変えるというような意味の直訳ですが、お金の流れが変わる。金運上昇と被ってくるんじゃないでしょうか。豊かさに対しての考え方が変わる方も多いかもしれないですね。今までとこれからで豊かさに対しての捉え方、考え方が変わる。それから、金銭面でもそうかもしれないですね。捉え方が変わってくる。解説書でね、確認しましたが、やっぱりお金に関する考え方を変えるというようなお金、豊かさのカードでございました。はい、考え方が変わることによって流れが変わる。そして、新しい始まりのカードもね、出てますから、これもちょっとかなり近いですが、変わっていくんだと思います。豊かさの流れが。あなたに流れ込む豊かさの流れというのが変わってきそう。ここから始まるね、豊かさの金色の道ができてますね。めちゃくちゃ縁起がいいカードであります。はい。楽しみですね。ここから始まります。はい。リーディングは以上になります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。何回か見ていただけますと、その時にまた必要な別のメッセージが受け取れますので、よかったらご覧になってください。この動画が少しでも良かった、役に立ったという方は、高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。それでは素敵な11月をお過ごしくださいますように。お祈りしております。ではでは。